広島市の南にある広島県最大の島。そして広島市からのアクセスも良く、海岸線が綺麗なドライブの聖地でもあるのだ。画面中央左に見えるのは宮島の裏。ボートでも乗ってない限りめったに見えない光景がこの島から見えるのだ。今回はこの江田島の絶景を見ながらドライブ、そして喫茶ロード旅を開店していく。喫茶ロード旅とは、ドライブ先の絶景を見ながらコーヒーや軽食を楽しむドライブスタイル。交通量が少なく絶景の多いこの島は最高なのである。まずはドライブを楽しんでいこう。江田島はところどころ一気に狭くなるので注意。1.5 車線しかない道も多いので、ロードスターぐらいがちょうど良い。左に有名なレストランがあるらしく、週末はいつも混んでいるのだ。行ったことないからどんなところかわからないけどね。そろそろ峠も飽きたので次に行く。ここからの景色好きなんだよね。手前には似島、奥には広島市が広がっていて、騒がしく渋滞している広島市を快適にドライブしながら眺める優越感が最高。毛虫だらけの峠を過ぎたので、ここからは開放していく。正面に見えているのは江田島。江田島は Y 字になっていて、江戸時代に埋め立てによって一つの島になったが、かつては江田島と濃見島の2つの島だったのだ。今見ているのは本来の江田島と言われる地域。あっちに海上自衛隊の幹部候補生学校第一術科学校があって、観光客も多いのだ。広島港からフェリーで来るときは江田島なのか濃見なのかをよく確認してから来てね。フェリーで降りるところ間違えると、その後の移動が結構面倒になるのだ。この物騒なフェンスは自衛隊関連施設の証。第一術科学校では見学が可能で、平日に3回、土日祝で4回ツアーが行われている。ここは自衛隊の施設であって観光施設ではないので、ルールが決まっていて見学拒否されることもあるのだ。タンクトップ、短パン、サンダルは特に拒否されるので注意なのだ。ここを左折するとさらに江田島深部へ。また晴れていても雨が降った後に山から水が染み出すので、バイクの人は本当に注意してね。まさかの対向車。こういうことも多いので、予防できるポイントはよく見ておいた方がいいよ。よし、狭い区間は終わり。本日の喫茶まであと少し。よし、ここで開店していこう。
スは必須。ロードスターにも入るサイズが1個あるだけで幸せになるのだ。詳細は概要欄見てね。この景色を見ながら食べたいのは鯛めし弁当と幕の内だよね。だしと一緒に炊き込まれた鯛めしはサイアンドコー。一般的には愛媛だけど広島でも結構食べられるのだ。鯛めし、タコめし、かきめし、アナゴめしなど瀬戸内海で採れる海産物を米と炊き込むのは定番。釣り人ならこの美味しさはわかるはず。さて食後はコーヒーを入れていこう。これはイタリアで定番のマキネッタ。簡単にエスプレッソが作れる優れもの。15年以上使ってるのでかなり年季入っているけど一生使えるのだ。あとは待つだけ。ベビンかな。バイか。やっぱりこの道は気持ちよくていいよね。熱々のエスプレッソに温めた牛乳と一緒に飲むのがおすすめ。少し温めると牛乳の甘さが引き立ち砂糖は不要なのだ。今日は子供の日だったので柏餅とちまき。コーヒーとの食べ合わせはどうかな。結論としては甘いあんことコーヒーはよく合う。あんのコクとコーヒーの苦みと風味が良き。このちまきも地方によってものが変わってくる。広島だともっぱらくず粉で作った白い団子。笹の爽やかな香りと団子の甘みがたまらない。優しいちまきの甘みがコーヒーと最高によく合う。笹の香りがスパイスになって最高なのだ。今回の動画は楽しんでもらえたかな。 YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら下の概要欄からカー用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なのでこれからも応援よろしくお願いします。